この日は日曜日でバレエ終わりに近くの M&S に来ました。というのもですね、日曜日になるとこの M&S 割引商品すごい出してくるんですね。この黄色いラベル貼られたやつがそうなんですけど、普段ちょっとね M&S 高くてそんないけないんですけど、この日曜日はめっちゃ割引商品が出てきて、すんごいアドレナリンが出ます。超興奮なんで、今日っていうか、この日はやってみたかった作ってみたかった料理にちょっと挑戦しようということでいろいろ買ってますね。熱っ。Got these lovely little baby shallots. We've peeled the pan and you can see it starting to bubble away there. And we're going to have a touch of lemon to this. Side there. Take your beetroot and your lovely onions. Put some slices of lemon on top. A few little pomegranates. Sugar as well. And we're going to add a touch of vinegar. Just a little bit because that will give it a little pickle in. Andいただきます。どうかな。いいね、こういうお料理たまに作るのも。贅沢だ。ワインもいい感じに合う。美味しいです。ベリーがいい。
今日は5月11日ですね。はい。なんと5月もう折り返し地点まで来ました。まだ来てない？あとちょっとだよね。待って、やばい。なんか5月2日ぐらいノリだった。そうなんで、私ももうあと3週間ほどで帰国するんですが、一切パッキングはしない。でもね、明日ね、この部屋にビューイングが来るんだって。寂しい。なんか他の動画でも言ったかもしれないけど、やっぱりいかにその自分に合った家を見つけるかがかなりワーホリ、きっとこれはロンドンとかイギリスに限らずどこのワーホリでもそうだと思うんだけど、いい自分に合ったフラット、お家を見つけるのが、かなり重要だなってこの2年間を経て思います。はい。そうで、今日はそう私ももうそろそろワーホリが終わるということで、このロンドンに来る前っていうか、ワーホリする前にやっといた方が良かったこと、まず国際免許の話。私は取らなかったんだけど、なんか取っても良かったのかなって今思う。なぜなら年齢証明になるんだよね。BRP カードっていうのが前までは発行されてたのね。で、私が来てから半年ぐらいして廃止になったの。全部デジタルになったから、その BRP カードっていうのが発行されなくて、で、要はそのフィジカルのカードがないと年齢証明できないのね。こっち。そう。大体どこもデジタルはダメって言われるの。例えばお酒買う時とか、あとクラブに行く時とか、年齢証明をする時の書類がおそらくパスポートしかみんなないと思うのね。でもパスポート持ち歩きたくないじゃん。だから国際免許証ある人は国際免許取ってもいいのかなとは思うね。運転もできるし、で、年齢確認もできる。年齢証明もできるから、私は取っとけばよかったかなって思う。で、その次が、貯金。でもね、多分残高証明をしないといけないから、ある程度の貯金はみんなしないといけないんだけど、貯金なんて正直あればあるほどいいから、あればあるほどいいです。たまにいくらぐらいあればいいですかって聞かれるんだけど、わからない。正直人による、目的によるし、旅行をメインにしたいのか、別にそれ旅行目的ではないのか、語学学校に行きたいのかとか、どういう生活をしたいかによって貯金額は変わるだろうし、でも一個目安として言えるのは、でもね、円安だから、これもどうかわかんないんだけど、100万はあった方がいいかなって思うね。初めてならなおさら、そう慣れてる人とかならね、全然貯金あんまりなくてもサバイブできそうな感じはするけど、でも貯金はあるに越したことはないです、本当に。なんで貯金、一番最初に書いた、やっといた方がいいこと、貯金。何が起きるかわかんないし、心の支えにもなる。で、使ってる金融機関なんだけど、日本のお金はソニー銀行で全部管理してて、で、こっちで稼いだお金は全部レボリュートですね。レボリュートは多分、今わかんないけど、住所証明なしで作れたから、そう、簡単にすぐ作れましたね、レボリュート。なんで、そう、シンプル。ソニー銀行で全部日本のお金を管理して、そう、レボリュートはイギリス、だからポンドを管理してるって感じかな。日本にいるときワイズとかも作ったんだけど、正直作んなくてよかったかなって思う。そう。あんまり、使ってないとか、ほぼ使ってないですね。そう。日本円をこっちで使うときはソニー銀行のカードで支払いして、で、ポンドっていうかこっちで稼いだお金を使うときはレボリュートを使うって感じかな。そう。ソニー銀行はね、別に不満はないかなって感じ。そう、たまにだからポンドないっていう時とかは、ちょっと急な出費がってなったら、ソニー銀行に入ってる日本円のお金を使うんだけど、日本円のまま使うんじゃなくて、外貨口座だよね。ポンド口座から使ってるって感じかな。そう。そうしないと、だから、毎回、例えば日本円から払うと、為替手数料みたいなのがかかってた気がする。そう。何%か。日本円口座だけってなると、そう、ポンドの商品をね、買うときにね、ポンドのサービスを買うときに、そう、毎回、ソニー銀行側がお金を変えてるわけだから、それが結構大きくて、うわって思った。だから、わかる人は、ポンド、円高の時に、ある程度変えといて、ちょっとポンドに。で、そこから使うっていう、使う予定がある人はね、使うっていうのがいいかな。すごい難しいけど、時期を買う時を見極めるのは。でもそう、円高かなって思う時に、ある程度のお金、ポンドに変えとくといいかなって思います。で、
あとはやっといた方がいいこと、友達を作る。これはマジでやっとけばよかったって思いますね。作れるかどうかわかんないけど、トライするだけすればよかったかなって思う。要はその自分が行くところ、出身の人とか、長く住んでる人、土地勘がある人と知り合いになっとくっていうのはやっとけばよかったかなって思う。人脈作りだよね。だから友達はそう作っとけばよかったかなって思う。そうすると多分家探しの時とかにすごい助かると思うのね。そう、もしかしたらその作った友達の知り合いの知り合いが部屋余ってて住んでいいよって言うかもしれないし、安いお金で。でもしかしたらその人が大家かフラットメイトを募集してるかもしれないし、素性を知ってるとあっちもさ安心するじゃん。この子この何々さんの知り合いなんだみたいな感じで、全く見知らぬ人とやり取りするよりも安心感あると思うのね。やっぱ家探し私は結構苦戦したタイプだから、もっと苦戦してる人いっぱいいるだろうけど、そんなにスムーズにいかなかった方だと思うから、そう、友達とかいたら違かったのかなって思う。別にいて悪いことないし、友達とか絶対いた方がいいし自分を助けてくれる人はいっぱいいた方がいいから、絶対そう、なんかトライするだけしたらよかったかなって思うね。そうで、土地勘があるとやっぱりこのエリアが危ないとか、このエリアは結構いい感じとか、そういうのもわかるから、やっぱ来たばっかって本当私もそうだったけど何もわかんないの。なんかしかも日本って治安がいいから、その治安のいいところにずっといた人からすると、なんかどういうところが怖いとかもあんまりそのセンサーが多分そんなに敏感じゃないから、やっぱその友達とかは作っときゃよかったなって思う。例えば私みたいなそのロンドンに住んでて日本に帰ってきましたみたいな、そういう人でもいいから、とにかくなんかその自分が行く土地とつながりがある人と友達になる。やっぱ少しでもちょっと知り合いとかがいるとね、心強いしいいと思います。はい、やっとくと。そしてじゃあ次、買った方がいいもの、日本から持って行った方がいいものなんだけど、正直ロンドンの場合はあんまりない。本当に何でもある。そういう中でも買っといた方がいいものは、そうね、私の場合は家電、具体的に言うとヘアアイロンとか服のスチーマー、あとドライヤーとかかな。私は今ドライヤー使ってなくて自然乾燥なんだけど、なぜならドライヤーを来て2日目ぐらいにぶっ壊してその海外対応じゃなかったの、そのドライヤーが。海外対応のやつを絶対選んでくださいね。そう、ヘアアイロンは大丈夫。そういう用品を買った方がいい理由としては、ついてすぐ必要じゃん。ヘアアイロンとかさ、ドライヤーとか。スチーマーもなんかシワシワの服とか着たくなくて、私は。そう、スチーマーは正直こっち来てから買ったんだけど、でもすごい嫌だったの、そのすっごい折りたたんでシワくちゃの服とかを着るのが。だから割とどれもね、すぐ着てすぐ使うものだし、あと多分大体こういうスチーマーとかヘアアイロンとかって通販で買う人が今多いと思うの。その最初来たばっかりの頃ってなんかエアビーとかに多分滞在する人が多くて、要はなんかその住所不定だと思うんですよね、皆さん最初のうちって。そういう時に通販使うとなんかうまくいかないことがあると思うのね。私はそうだったそう、なんかそれで多分なんかアカウントロックされちゃって、そのエアビーがさ、マンションとかだったらさ、なんかそのマンションがちゃんといいデリバリー状況にあるのかとか、だからそのちゃんと間違ってポストしないのかするのかとかわかんないし、要は来て最初住所不定の子って通販が使いづらい状況にあると思うから、で今あげたやつって割と来てすぐ使うから、なんか持っていったらかなり安心なのかなって思う。なんか一応ロンドンは電気屋さんみたいなものもあるけど、別にそんな良くはないと思っているなんかちょっと割高だし、すごい品揃えがいいかって言われたら、郊外の方とか行けばあるけど、別にちょっとかさばるし重いかもしれないんだけど、持っていくといいかなって思います。なんか髪の毛とか服とか結構気にする人であれば、私はそういうのを気にしたいタイプなので、ちょっとそういうのがダメだともう今日決まってなくて無理ってなっちゃうタイプだから、形からそう入るのね。ほんと荷物スーツケースに余裕のある人は持ってってもいいかなって思います。あとは洗濯ネットと物干し竿かな。洗濯ネットは私はほとんど多分100均とかで買って、
で物干し竿もそんな感じかな。あとはまあね、どっちも割とすぐ使うものだろうし、その行く先のエアビーにいい物干し竿がないかもしれないし、まああって困らないかなっていう感じ。なんだかんだ今でも私は使ってるから持ってきててよかったなって思う。洗濯ネットとかがあるとやっぱ洗濯物も取り出しやすいし、私は全部何個か持ってそう入れて使ってますね。あってよかったなって思う。あとは靴下靴下って感じだよね。まあ正直靴下どこでも買えるんだけど、ロンドン。でも、なんか割とみんな言うのが、やっぱ靴下日本のやついいよねっていう。日本一時帰国した時に、なんか靴下買って帰って、もう日本の靴下しか履かないみたいな人もいた。そう、私もでも、こっち来て靴下買ったけど、安いなんかプライマークとかの靴下でも全然ダメ。日本の靴下っていいんだなって思う。長持ちするし、そう、まあ履きやすい。まあ靴下持ってくだろうけど、みんな結構多めに持ってきてもいいのかも。そんな感じ。まあ正直本当に私もこの持ってった方がいいものとかはリサーチしてたけど、来る前にまああんまりないな。持ってこなかった方がいいものの方があるんじゃないかな。なんか本当にロンドンはマジで何でもある。まあ確かにちょっと高いけど、みんなすぐ働くだろうし買えるから。本当に逆にそのなんかいっぱい持ってきていらなくてずっと置いとくみたいなのが結構ストレス。なんか場所取るし、だからまあそんなに考えすぎずロンドンに来る人はまあ割と何でも手に入るので、なんかまあお気に入りの香水とか洋服とか持ってくといいかなって思う。それはもうね、海外聞かないじゃん。私はそういうのを持ってきてよかったなって思うから。そう、アクセサリーとかね。なんではい、もしかしたら求めてる回答と違ったかもしれませんが、これがね、私なりのアドバイスということで楽しんでいただけたらと思いますが、そんな感じです。でも日本に帰るのも本当楽しみです。いろんな人にどんな気持ちって聞かれるけど、もちろんね、ロンドン去るのは寂しいけど、でもそう、この前ふと思ったのね。まあ終わりがあるから、この生活、この時間もすごい、楽しかったな、なんか綺麗だったなとか良かったなって思えるのかなって思ったっていうか、たまにそのなんかもうあの時間に戻れないんだみたいな感じですごい寂しくなることとかあるのね、たまに。でもそれもきっとなんかもう戻れないから、その時間がすごい美しいなって思えるんだろうし、今は1回しかないから綺麗だな、いいな、素敵だな、美しいなって思えるのかなって思った。まあもちろんね、もう1年ぐらいいたかったなとか思うけど、やっぱ2年って短いの、3年がいいなとか思うけど、終わりがあるから、そう、こうやってこの生活が楽しかった、良かったって思えるんだろうし、私の思い出の中できっとキラキラ輝くんだろうなって思う。それはきっとそう、終わりがあるからだなって。寂しいけどね、終わりがあるのはきっとね、人生もそうなんでしょうね。終わるから生きてて良かったなって思うのかも。ちょっとよく分かんなくなってきた。これで一応ね、私のワーホリ、ロンドンワーホリは終わるけど、別にロンドンに戻ってこれないわけじゃないし、まあ終わるけど何かがスタートするということでもあるから、その次のスタートを楽しみにしてます。どうなるのかは私にも分かりませんが、でもね、 YouTube はこれからも撮っていくつもりだし、なんかみんなと一緒に私がどうなるのかを見ていけたらおもろいんじゃないかなって思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。